始まりました。ドタバタ科学ラジオ。東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希です。この番組ドタサイは私五十嵐美希のドタバタした日常を科学の視点からお届けするポッドキャスト番組です。井戸に集まって世間話や無駄話をした井戸端会議のように、日常の科学をテーマに聞いているあなたとも語り合っていきます。さらにこのポッドキャストを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいです。そして良きところで YouTube でも公開しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。さあ今回は4月22日更新ということで、422、これ何の日かと言いますと、ダイヤモンド原石の日です。これね、4月の石ダイヤモンドで、ダイヤモンド業界では一つのダイヤモンド原石を2つに分けて、対に分けて磨くツインダイヤモンドっていうらしいんですけれども、このことから双子の数字22と合わせて422がダイヤモンド原石の日ということでね。私の母もですね、実は双子でですね、だからちょっとこの話題はね、なんか親近感が湧くなと思ってちょっとこの話題選んでみました。ダイヤモンドと言って思い浮かぶのが、理科の教科書に炭素の同素体はこちらですみたいな感じで、ダイヤモンドと黒鉛が並んで紹介されるんですよ。写真だとダイヤモンドですみたいなで、横に鉛筆乗ってるみたいな、芯がね黒鉛なんでダイヤモンドって鉛筆並んでるっていう。で、昔はね、この2つ明らかに値段が違うのになんか比べられてかわいそうだなっていう風に、どちらかというとこう黒鉛の気持ちになって、いや絶対これダイヤモンド派でしょみたいな、並べられてもう超かわいそうじゃんみたいな同情してたんですよ、黒鉛に。でも大人になった今はちょっと黒鉛の味わいをちょっと感じているっていうところがありまして、サイエンスエンターテイナーからすると黒鉛って鉛筆の芯でね取り出すことができますよね。でそれを液体に入れたら、例えば電気分解もできるし、あとは電池とつないで光らせることもできるし、火起こし的なこともねできるし、あとはなんか価電子が1個残ってるから電気伝導性もあって、あとは可視光が一部しか透過しないから、色は黒色っていう、もう黒鉛だけでも本当にいろんな実験ができるんですよ。シャーペンの芯と一緒？シャーペンの芯もです。シャーペンの芯も一緒だけど、その電池つないだりした時に鉛筆の芯の方がちょっと太いからそう結構実験しやすかったりとか、変化が見えやすくて、私的には鉛筆の芯派なんですよ。ごめんねシャー芯っていうことを鑑みると、私今黒鉛派なんですよ。どうですか皆さんは。先日このドタサイのパートナーを炭酸水とね言いましたけれども、ちょっと黒鉛にもねオファーを出したいんですけどはい、ということで、聞いているあなたはダイヤモンドと黒鉛どっち派ですか？なんかSpotify に投票機能がつけられるみたいなので、ちょっと最後の質問に入れておくので、もしよかったら投票してみてください。こんな感じで私五十嵐美希の黒鉛に対する愛含めてお届けしていきます。さらにこの番組ドタサイでは、あなたからの井戸端会議のようなお便りも募集中です。日常の科学に関する質問や疑問、ドタバタエピソード、話してほしいテーマやふつおたも気軽に送ってください。お待ちしています。ラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いします。すべてのお便りはドタバタ科学@gmail.com まで。メールアドレスはこのポッドキャストの概要にも入れておきます。番組の感想や応援などは X でハッシュタグドタサイをつけてポストしてください。ドタバタサイエンスラジオ。ドタバタ科学ラジオ第26回は、私五十嵐美希の日常の科学の話題、地方×科学シリーズですが、今回は地方を越えて海外、オーストラリアに行ってきましたので、飛びすぎだろっていうね、スピンオフとしてオーストラリア×科学についてお届けをしていきます。オーストラリアはですね、日本からの飛
行時間はだいたい、ケアンズまで 7.5 時間とか、メルボルンまでは 10.5 時間とか、それぐらいですかね。で、本当に大自然とか野生動物の宝庫で、世界最大のサンゴ礁である有名なグレートバリアリーフとか、巨大なエアーズロック、こういった世界遺産などもね、多く存在しています。またコアラとかカンガルーとか、オーストラリアならではの動物とのね出会いも、観光としてもねすごく有名な場所ですよね。で、私の両親の新婚旅行もオーストラリアだったということでちょっとねそういう気持ちもあってね、オーストラリアに行くときはちょっともう気合い入れてね行ってきたという感じですね。で、今回なんで行くことになったかと言いますと、私大学で特任准教授として、教育とか研究をしているんですが、その中の、プログラムとして幼児教育を学びに行くプログラムがありまして、学生約20名の引率として行きました。お伺いしたのはウーロンゴン大学というところで、ニューサウスウェールズ州にありまして、ここにウーロンゴンっていうところがあるんですね。で、ここがオーストラリア大陸南東部沿岸にあるんで、本当海もあるし、あともう本当自然も木とかもたくさん街中にあるような、本当自然豊かなところに大きなウーロンゴン大学というのがありまして、すごい教育のプログラムとかも有名な場所になっておりますね。で、そこで、オーストラリアって本当に多文化が集まるところなので、いろんな国の方々がいるっていう環境の中でどういうふうに教育をしていくかみたいなことをテーマに学びに行ったというところになっております。でね、すごく印象的だったのは、結構そういうオーストラリアならではの、動物とか、その先住民の方々と絡めた教育っていうのをすごく意識されていまして、例えばククバラっていうあははははみたいな笑って聞こえるカワセミが、オーストラリアの東部に広く生息してるんですけど、そのカワセミを、テーマにした歌を子供たちに披露したり、その練習をねずっとしてましたオーストラリアで。はい。じゃあちょっとその成果をここでね出したいと思いますね。いきますね。Kookaburra sits in the old gum tree, Merry Merry King of the bush is he. ちょっと待って、外した。もう一回。ちょっとあれだけ練習したのにな、オーストラリアで。もう一回行こう。お聞きください。ククバラの歌です。Kookaburra sits in the old gum tree, Merry Merry King of the bush is he. Love.Kookaburra love, Kookaburra gay, your life must be. いけた。これはククバラっていう本当オーストラリアならではの動物がいまして、でそれがユーカリの木、コアラとかでねユーカリ有名ですけども、ユーカリの木の上にいるよと。でククバラって鳴き声がで本当笑ってるみたいなので、ラフククバララフ、笑ってるねっていうことで、これを子供たちと一緒に歌ったりとか、あとはこのククバラについて学ぶきっかけにもなりますよね。なんだろう、このね笑ってる動物がいるんだって、自国の動物、自分たちのと一緒に生息している動物について学ぶきっかけになるということで、これをねずっと学生たちと私も一緒に歌ってたということになりますね。はい。あと先住民のアボリジニの血を引く方々のレクチャーもありまして、どういう考えで自然に対して接するかとか、あと自然を見た時にすごくストーリーを考えることがあるみたいで、ウーロンゴン大学の近くに大きな山があるんですけれども、その山のストーリー、例えばその山のところに川が流れていたら、
それが泣いているっていうストーリーになっていたりとか、そういう風に見るんだとか、あとは他のところにも山があるわけですよね。それはなんか山同士の兄弟が追い出されちゃってちょっと離れたところにあるみたいな、その地形から何かそのストーリーを紡いでいくみたいなところがすごく子どもたちにね伝えるのにも非常に勉強になったなと思います。あと一つ言われてハッとしたのは、私たちはそういう自然からいろいろなものを享受してますよねと。何をもらってますかと。理科で言うと、オキシジョン、酸素をもらってたりとかしますよね、木からね。とかいろんな道具、理科の実験道具なんかも木からできてるものもあるし、とか食べ物も実もそうですしね、とか、本当にいろんなものを自然からいただいているのに、あなたたちは何を返してるんだって言われたんですよ。それだけいろんなものをもらっていて、そこに対してリスペクトがないのはもうおかしい。今私自然科学科にちょっと移動してきたんですけれども、本当自然科学って、そういうところにも通じるし、そういうリスペクトを持った上で研究をしていくっていう、そういう姿勢もね、先住民の血を引くね方々から学ぶことができましたね。ハッとしましたね。あと木を触る時にも、木を触っていいですかっていう風にリスペクトを持って聞いた上で触るとか。木だけに聞くんですね。木だけに聞くんですよ。気が利きますね。私も五十嵐美希ですからね。樹木の樹入ってますから、リスペクトしてください。聞いてる人に、皆さん私も木ですよ。はい。でそういった教育プログラムも受けます。でそれは引率として行ったんですけれども、他にも休日があったので、それは自由行動になるわけですよね。で学生たちと一緒にフィールドトリップということで、激しくね海水がバーンってね吹き上がるブローホールっていうものを見てきました。これ自然現象なんですけれども、潮がねどんどん迫ってきて、で岩に当たった時にバシャーンって一気に海水が吹き上がるんですけど、ちょうどその岩の穴のところがあって、その穴のところにちょうど吹き出るから、なんかすごい美しく幻想的に見えます。で音もすごいんですよ。バーンって感じで、音もすごいし、あとねこれちょっと奇跡的なんですけど、ある化学現象が起きたんですよ。当てていいですか？はい。虹。ちょっと待って、なんでそれ早くない？私が行った瞬間にね、ブローホールから出るこの水たちのところに虹がかかってるんですよ。それを言わせてくれよ、私から。結構感動しましたね。いろんな現象に現象が重なって、すごく幻想的なものを見ることができました。いや、自然っていいなって思いましたしね。でさらにそのお休みの日にですね、学生と一緒にオーストラリアの科学体験施設サイエンススペースというところに行ってきました。もうこれは念願で、これ大学の中にある科学体験施設なんですよ。でもすごい広くて、ウーロンゴン大学の敷地もすごい大きいんですけれども、その中の科学体験施設もすごい大きくって、で子どもたちもたくさん楽しんでいるような場所になっていました。それだけ科学体験室が広いってことは、はい、オーストラリアで科学を体験するっていうのは重きを置いてるってこと？私調べたんですけれども、1989年に、こういった、施設が設立されまして、でね、一番推されているのがプラネタリウムで、このプラネタリウムのその映し方がもうオーストラリア初の技術でやったみたいなぐらい本当に力の入ってるところで、から老若男女も問わず一般の方々がそういった科学の体験をできる場として非常に重要な場所になっているということですね。で館内にはチケットを購入して入るんですけれども、そのチケットを買うとなんと2つのサイエンスショーを見ていいということで、ちょうど行った日やってて、でかつ2つ見ていいって言われたから、もうね
はしゃぎまくっちゃってもうごめんね学生はい、まあお休み中だからね、ちょっとねここはねちょっと自由にさせてくれということで、ラビッシュサイエンスっていうゴミをテーマにしたサイエンス賞と、アップインフレームスっていう、まあ、燃える炎をベースにした演目、この2つの賞を見ることができましたね。こうホールみたいな感じで席があって、ショーの舞台をちょっと見下ろすみたいな感じのところに、まあ私のようなサイエンスエンターテイナーが来るわけですよ。オーストラリアのでオーストラリア版五十嵐美樹が失礼でしょ申し訳ないが、まあいらっしゃってね、まあ、内容としては結構一般的にこう日本でやられているようなものと、まあ、近いものが、まあ、結構多かったですね。まあ、いわゆるエアバズーカとか、このドタ祭でも佐賀県でやったお話しましたけれども、まあ、小さい穴からボンってね空気の渦をこう出すと、で空気の流れを見ることができる実験、私舞台に上がりましてですね、で紙コップを頭に乗せて顔面に空気砲エアバズーカを撃たれるっていうので、リアクション芸をねやってきましたね。はい、私は客席に向かってこう撃つんですよ。ボンボンボンって撃っていくんですけど、そのねオーストラリア版五十嵐美樹はですね、私の顔面に向かってね何発もボン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 やってくるからもう息ができないよねボンボンボン何回も来るし、でも動いちゃいけないんですよ。紙コップ狙ってるから、私動くと紙コップ落ちちゃうからっていうねのをみんながゲラゲラ楽しむっていうところで、悪い癖ですね。すぐ舞台に上がっちゃうから。舞台に上がるには何か誰かやりたい人いますみたいな感じになったら、いや目があったんですよ。目があってニコってしたら上げてくれましたそうそう、出たがってんのがもう分かったんでしょうね。はい。あとはラジオということで、ちょっと音にまつわる実験に注目してたんですよ。偉くない？私オーストラリアに行ってもさ、ちゃんとドタ祭のこと考えてさちゃんと愛を持ってるからね。で、音でできる実験ということで、ラビッシュサイエンスの方にあったんですけど、もうほんと身近なもので、紙コップとスリンキーっていうビヨーンってこうバネみたいに伸ばしたと思ったらまた戻るみたいな、そういうおもちゃがね昔ありましたよね。でそれを2つくっつけて、紙コップの底の部分にスリンキーをつけるんですよ。でスリンキーを地面に向かって落とすんですね、ボーンって。でそうすると地面にぶつかるじゃないですか。でその時にワンワンみたいな音がするんですよ。で、その衝撃が波で伝わって、紙コップからね音が聞こえるっていうような装置を、もうラビッシュですよね。もうちょっとゴミっぽいもので楽しめるっていうのをやっていた様子があるので、ちょっと慌てて撮ったので音が悪いかもしれないんですけれども、よく耳を澄ませて聞いてみてください。どうぞ。If I put my hand under here and I hold the top and I let go. Oh! Sounds different, doesn't it? So that's the reason it sounds a little bit different is because I've allowed the cup to be on top of the slinky. So if I was to flip it around, you can see that it doesn't make that sound. So the reason we do it this way and the reason that we can hear that sound is because the slinky hits the ground. That ground is a force, and then the vibrations travel up the slinky and they get projected into this cup, which produces a louder sound, so we can actually hear that vibration. なんか結構予想外の音じゃなくないですか？なんか言ってたのはそのスターウォーズのなんかレーザービームみたいな音だよねみたいな話になって、スピンピン、それがこんだけ身近なもので作れるっていうのすごいということだったので、ぜひこれは自由研究におすすめです。今から準備してもいいですから、自由研究はいつやってもいいからね。お子さんお持ちのね方とか、ぜひちょっと試してみてもらえたらなと思います。でそのサイエンススペースは結構お土産コーナーも充実していまして、ちょっとあるグッズに反応しちゃって買ってきました。それがマリー・キュリーの付箋やばくないですか？そう、なんでオーストラリアにあるんだろうなって思いながら、なぜかマリー・キュリーの付箋があったからめちゃ買ったもうマリー・キュリー会った瞬間にさ「あ、いたいたいた」っつって「起
視感がすごかった。マリー・キュリーじゃんみたいなね感じで、タイミングが素晴らしくて、いろいろつながったオーストラリアでございましたね。はい。一回月曜日が来ちゃったんだわ更新日が来ちゃったんだわちゃんとねアップされましたね。時差はですね、オーストラリアが2時間進んでるんですよ。ということは月曜日の21時日本時間更新となりますと、オーストラリア時間ですと、月曜日の23時になりますね。その日中のポストには返信してるんで、私2時ぐらいまでねずっと X で返したんですけれども、ごめん、最後の方ちょっと寝落ちしちゃって、最後の方返せなかったからちょっと朝返したんですけれどもね。そんな中でもたくさんポストしていただいてありがとうございました。こうやってどこにいてもリスナーの皆さんとつながれるっていうのがいいところですね。でもなんか安心しました。オーストラリアでちょっと見慣れない街で不安だったところもあったんですけれども、なんかドタ祭を聞いてくださっている方々がなんかメッセージくれたりすると、なんか安心しました。日本語だし、なんか聞いてくださってるんだなっていう温かさを感じて、なんかちょっとほっとしたというか、でそのまま温かい気持ちのまま寝てましたね。はい。ということで今回のオーストラリアで分かったことは、ドタ祭はどこからでもアップできるっていうことがね分かりましたので、もう私がどこにいようと、皆さんねぜひ温かく聞いて、さらにポストをねハッシュタグドタ祭で X でお待ちしておりますので、ぜひ皆さん引き続きよろしくお願いします。ドタバタドタバタサイエンスラディオということで、私五十嵐美希の日常の科学の話題のスピンオフ、いきなり飛びましたけれども、オーストラリア×科学についてお届けしました。で2週間の旅だったんですけれども、2週間終えて帰りの空港で、本当に飛行機に乗る直前ですよに水買おうかなって思って、番号を押すタイプのやつだったんですよ。で水が12番だったから、1、2で多分決定押すと、多分12番のところに機械が行って水が落ちてくるみたいな感じだったんですけど、なんかもう私もうすでにもう衰弱してて、その時疲れちゃって、1を押せてなかったみたいなんですよね。1、2って押したんだけど2になってるのよ、画面が。でもデリートできなかったんです。1桁でも動かないのだから、20何番にしないと取ってくれないの、飲み物をね。オーストラリアの販売機って前に払うか後で払うか選べるんですけど、私前に払ってるのよ。だからもうキャンセルできないのよ。で20何番から飲み物にしなきゃいけないって思って、ちょっと下の方にあったから見てみたら 500ml のモンスターだったの全部そこなの。もうそうエナジー系なの。20番台がもう全部エナジー系なのよ。上の方水で下の方へ全部で、しかも 500ml だよ。もうめちゃでかいの。もうなんかさ、でかい 500ml ペットボトルぐらいのモンスター系マジモンのモンスター。いや私はこれから寝ようとしてるわけその飛行機の中でさぐっすり寝ようとしてんのにさ、出てきたのがさ、もうそんなんだからさ。あれ水買わなかった？いや水買えなかったんですよもういいやこれでって思って、マジモンのモンスターを飲みながらね日本に帰ってきましたギンギンだよね、日本に着く頃にはね。というね、相変わらずドタバタ科学ラジオはドタバタしていますけれどもね、ぜひ皆さんも私のようなドタバタエピソードをお待ちしておりますのでよろしくお願いします。さあ、そして最後にお便りも届いていますので、ここでご紹介します。ラジオネームアダム13さん、ありがとうございます。毎週楽しく聞かせていただいております。21回のドタバタバイオサイエンス回ですが、生物系の実験と聞いて笑顔で踊りながら動物をシェイクするホラーが頭をかすめたのですが平和な味噌作りのお話でほっとしました。試食タイムの配信も楽しみにしております。さて、その回の入浴剤の色の話を聞いていたら、小学校の夏休みの自由研究を思い出しました。黒インクや墨などをペーパークロマトグラフィーで調べたり、逆にインクの色をあれこれ混ぜてみたりと予想して実験して
考えてという流れをレポートにするのが楽しかった記憶があります。ということで、いやまずさ、このアダム13さん、生クリームを多分私シェイクしてるから、牛でもシェイクすると思ったんですかあとはこのペーパークロマトグラフィー、私も子供たちと実験をして、見た目もすごくカラフルになるので子供たちからも人気で、そういろんなメーカーの黒ペンを買ってきて、でそれぞれどういう色が入っているのかっていうのがこう水で吸い上げられていくときにこう分かるんですよね。でこれはこの色が多いねとか、このメーカーはこの色が多いねとか、そういう風な感じで比べるっていう実験を自由研究としてもおすすめなので、ぜひね今のうちからドタサイリスナーは準備をね開始してもらえればと思います。夏休みですけどね、大体ね。こんな感じで気軽にお便りを送ってください。すべてのお便りはドタバタ科学@gmail.com まで。メールアドレスはこのポッドキャストの概要にも入れておきます。そしてこの番組ドタサイを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいです。お仕事関係の方ぜひご連絡をお待ちしています。海外にも行きますのでね、連絡先は所属事務所ワオエージェンシーのお問い合わせにお願いします。こちらはポッドキャストの概要に入れておきます。ということで最後まで聞いていただきありがとうございました。最後はこの言葉で締めましょう。せーの、レッツククバラサイエンス。東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希でした。また次回をお楽しみに。お便りや感想も待っています。バイバイ。